到着。ここが異界の最深部だよ。そしてあれこそがこの異界の原点、不幸を呼ぶ黒猫の怪異だ。やっぱりあの子、鏡に映っていた黒猫だ。本当にあの子と戦うんですか？攻撃するなんてかわいそうな気が。惑わされているね。淳君は素直すぎるようだ。もう一度言うが、怪異を外見で判断してはいけないよ。あれは不幸を呼ぶ黒猫という情報が形をとっているに過ぎない。だからほら、大きくなった。黒猫の噂は女子生徒を中心に広がっていたそうだ。中には大怪我を負った生徒もいるだなんて危険性を伴う噂もあったからね。事実かどうかは不明だが、脚色された根も葉もない話であっても、人に害を与えると信じられた以上凶暴さを増しているのだろう。太宰さん、あの黒猫は放置していたら他の誰かに危害を加えるんですか？そうだね。君たちと同じように異界へ迷い込んだ人間を襲う。だったらこの先誰かが被害に遭わないようにしないと。君のその高潔さには感服するよ。さあ、気を引き締めていこう。道中で戦った有象無象とは比較にならない強さだ。はい。新入生君は隠れていたまえ。異能のない君ではひとたまりもないからね。怪異の相手は私たちに任せて、自分の安全を第一に考えるといい。さっき君は猫を追いかけようと言った僕に、自分で選んだことだって言ってくれた。それでも君を巻き込んだのは僕だから、君を無事に連れて帰らないといけないんだ。うんうん、やっぱりこれは僕の責任だよ。僕は誰かを助けられるような価値ある人間にならないといけない。行くよ、淳君。はい。淳君、戦い方はさっき教えた通りに。わかりました。はあ。次、敵の一撃を受け流して反撃。次、後ろ足を払って体勢を崩す。すごい。太宰さんの指示通りに戦うだけで怪異を圧倒してる。僕の動きだけじゃなくて怪異の動きまで把握しているんだ。だから先読みで指示が出せている。太宰さんって一体何者なんだ？うわあ！淳君！大丈夫です。まだ力加減がわからなくて。自分の異能になれるまで時間が足りないようだね。もっと。残念だが、君では私は殺せない。もっとも、私からも有効打を与えられないのが悩みの種なのだけどね。おや、私に攻撃が通らないと分かって淳君に標的を変えたようだ。淳君、
事前に立てた作戦通り逃げ回って反撃だ。了解です。あれなんだこれ、力が入らなくなってる。アツス君、まずい、慣れてない力のせいで体力を使い切った。ダメだ、こんなところで倒れてたら誰かを助けることなんて。アツス君、避けろ。新入生君は隠れていたまえ。異能のない君ではひとたまりもないからね。怪異の相手は私たちに任せて自分の安全を第一に考えるといい。さっき君は猫を追いかけようといた僕に自分で選んだことだって言ってくれた。それでも君を巻き込んだのは僕だから、君を無事に連れて帰らないといけないんだ。なんだこの光は。なるほど、新入生君の仕業か。異能は確かになかったはずだが、今は力が溢れてくる感覚がある。どうやらこの二人面白い組み合わせになりそうだね。倒せた。初めて怪異と対峙したにしてはよくできていたね。これは君の手柄だ。だがどちらかというと新入生君の助力が大きかったかな。本当にありがとう。僕が助けるなんて言っておいて、こっちが助けられちゃったね。それにしてもそのスマートフォン、突然光り出したと思ったら僕と太宰さんに光が届いて。どうやら私と淳君を強化してくれていたようだね。異能ではない異界に作用する何か別の力ということなのだろう。別の力？そんなものがあるんですか？異界には未だ解明できない秘められた力があるようだ。太宰さん。あっ、今度は何が？安心したまえ。先に説明した通り異界の核である怪異を倒したからね。異界の崩壊が始まったんだ。現実世界への帰還だよ。あれ、ここで旧校舎ということは戻ってこられたってこと？よかった。帰れなかったらどうしようかと思ったよ。あれ、そういえば手足が虎から戻ってる。
異能は異界でのみ発現する力だからね。現実に戻れば効力は切れて元通りというわけさ。さて、現実への帰還おめでとう二人とも。新入生君にとっては図らずも思い出深い登校初日となってしまったね。だが新入生君の感想は正しい。今回は私がたまたま後を追ったからよかったものの、最悪そのまま異界に閉じ込められる可能性もあっただろう。これに懲りたのなら旧校舎にはもう近づかない方がいいだろうね。太宰さん、すみません。一つ聞きたいことがあるんですけど。なんだい？異界にいた時から気になってたんですけど、なんで太宰さんは異界に詳しいんですか？今も旧校舎に近づかない方がいいって遠ざける側の言い方をしてましたし。私が異界に詳しい理由かい？そうだね。私も昔異界に引きずり込まれた経験があるんだよ。それ以降私は異界について調査を続けていてね。異界とは最近発見された超常現象ではないんだ。神隠しなどに代表される大昔から存在する超自然現象であり、近代になって急激に発生数を増やした台風などと同じ災害の一種だと考えられる。とは言っても異界に適合性のない人間はそもそも入ることができない。多くの一般人にとっては基本的に無関係というわけだ。異界に適合した人間にしか危険性がなく、その対処も適合者にしかできない。つまり解決のしようがないってことですか？大正解。せいぜいできるのは異界が発生しそうな場所に人が近づかないよう忠告するくらいさ。それで僕たちに声をかけてくれたんですね。効果は一切なかったみたいだけどね。いや、すみません。太宰さん。なんだい敦くん、神妙な面持ちをして。もし学生の中に異界と適合する人がいたら、僕たちみたいに異界に入って危険な目に遭うかもしれないんですよね。そうだね。その人たちは僕みたいに異能を発動して身を守れるんですか？できるかもしれないし、できないかもしれない。異界に入った敦くんがすぐに異能を使えていなかったら、怪異に対抗する手段はなかった。僕たちが無事だったのは本当に運が良かったってことですか？ありていに言えばそうだ。太宰さんが助けに来てくれなければ異界を脱出する方法すらわからなかった。それでつまり助けてくれる人がいれば危険はなくなるってことですよね。うん。異界に落ちた人を助けてくれる誰かがいればいい。あるいは先回りして異界を消せばそういう危険もなくなるはずです。だが異界の発生は自然現象だ。いくら潰して回ったとしてもすぐに異界は発生してしまう。そしてそれは対処療法でしかない。それでも君は
怪異による危険を少しでもなくした方がいいと思うかい？はい。新入生君はどうかな？君も淳君の考えに同感だと？君も淳君に負けず劣らずの善人なんだね。先輩としてはあまり危険な真似はしてほしくないんだが、異界に落ちた人間の救出および異界への早期警戒や対処、君たちならそれができるかもしれないね。え？どういう意味ですか？戦闘に特化した異能を持つ淳君、支援能力のある異能ではない謎の力を持つ新入生君、君たちは異界を調査するために必要な力を手にしている。その力を合わせれば安全に異界探索ができるだろう。じゃあやってみたらいいんじゃないかな。もともと君たちがしたいことをやめさせる権利なんてないわけだしね。ありがとうございます。それで太宰さんにちょっとお願いがあるんですけど、僕たちを手伝ってくれませんか？なんて？僕たちはまだ異界について全然知識がありません。異能や怪異についてもわからないことだらけです。だからはあ、やれやれ。これに稲というのは骨が折れそうだ。いいよ、わかった。いいんですか？何を驚いているんだい。言い出したのは君たちだろ。手伝ってあげるよ。少なくとも君たちよりは異界について知識もある。それに秘密裏に平和を守るなんてちょっと燃える展開じゃないか。いいですね。僕たち3人で力を合わせて人々を守る。頑張りましょう。淳君はまっすぐで眩しいね。新しい異界は基本的に夕暮れの放課後に発生する。つまり私たちは白母の時間に人知れず異界の脅威から学生を守る秘密結社といったところかな。秘密結社って大げさですよ。そんな大それたものではなくて、いや違うよ。むしろすっごくいい。黄昏調査クラブ、部活感があってちょうどいいと思う。部活感か。私にはない発想だね。いいんじゃないかな。ではここに宣言しよう。淳君。はい。新入生君。そして私を含めた3人で異界対策チーム黄昏調査クラブを結成する。